皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1972年にブルマークが発売した、ゴジラシリーズに登場した、サイボーグ怪獣ガイガンのスタンダードソフビと、その当時の視点も交えて解説した動画です。ガイガンは、1972年公開の地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガンから登場した人気の怪獣です。未来怪獣とサイボーグ怪獣という別名がありましたが、50年以上経過している現状、サイボーグ怪獣の方がしっくりくると思いますので、ここではサイボーグ怪獣ガイガンとして解説します。その後、人気からも、翌年の1973年公開のゴジラ対メガロにも、心臓スーツで再出演、テレビ番組の流星人間ゾーンにも、ゴジラやキングギドラと共に出演しました。サイボーグ怪獣ガイガン、360度回転、サイボーグ怪獣ガイガン、まさかのあれがない。サイボーグ怪獣ガイガン、幻の強力レーザー光線発射。サイボーグ怪獣ガイガンは、1972年の第二次怪獣ブームの流れに乗って、前作の怪獣、エドラとは異なり、かっこいい怪獣というポイントと、既存の怪獣から、一歩脱却した怪獣として誕生し、ゴジラシリーズが2億円台に落ちていた配給収入を再び3億円台に戻した人気の新怪獣でした。サイボーグ怪獣ガイガンは M 宇宙ハンター星雲人が宇宙恐竜をベースにしてサイボーグに改造を施した怪獣で身長は65メートルとゴジラよりも高く体重は25000トン、飛行速度はマッハ3で飛行できます。宇宙では青い結晶体の中に入ってマッハ400で移動することができます。ゴジラ対ガイガン公開と同じ、1972年のウルトラマンシリーズ、ウルトラマンエースでも、鳥獣というワードで、怪獣を超えた怪獣が出てきた時期で、ミサイル鳥獣ベロクロンや、一角鳥獣バキシムなど、サイボーグとは名乗ってないものの、体のパーツや、中から、生物としてはありえない武器を出す怪獣が登場しています。そんな時期に、ゴジラシリーズに登場した、サイボーグ怪獣が、ガイガンで、地球侵攻のため、キングギドラと宇宙からやってきた怪獣で、キングギドラの兄弟分とされています。ガイガンの手は、刃物のようにも、角のような感じにも見えますが、ネーミングは、ハンマーハンドとされていて、形に反して、使用的には名前に沿った、戦闘機を叩き落とすハンマー的な使い方のみでした。目のネーミングも、時代なのですが、レーダーアイ、スーパーアイ、赤外線アイ、など様々な記載が見られ、当時の東方による、統一はありませんでした。腹部にある回転カッターも悪役怪獣らしいサイボーグ怪獣の武器で手足にもプロテクターのような防具を装備しています。設定的にはガイガンの背中の翼はロケット噴射機能を持つ原子力推進翼とされていて羽ばたいて飛行せずに固定したまま飛んでいます。ガイガンはゴジラ対ガイガンのポスターでもゴジラ対メガロのポスターでも目の上の額にある丸い部分から光線を発射しています。つまり、ウルトラセブンのように、額にビームを発射する丸い造形物が存在してます。ですが、ブルマークのガイガンのソフビの額は、綺麗に何もありません。パーツ的に小さい以外にも、ブルマークが、この額のパーツを造形し忘れた理由が、他にもあるとは思いますけども、その理由は、また後の項目で解説します。ガイガンのデザインは、不思議なことに、ゲゲゲの鬼太郎の水木しげるのデザインなどとの噂が流れたことがありました。当方も、講談社の水木と把握していたことから、水木しげるの原案か、イラストがデザインモチーフなのかというくらいに思っていたそうで、特撮ファンや怪獣ファンには、なんとなく意外という話で、本当に、という疑問がありました。ですが、近年になって、デザインしたのは、水木隆義さん、ということが分かりました。当時の講談社の雑誌でイラストを描いていたイラストレーターで学日本人の水木隆義さんはガイガンのデザイナーがわからないというような事態になっていることや水木しげるさんなどの噂を知らずにネット検索で知ることになり当方と話して正式にガイガンのデザインは水木隆義さんと認定され何十年も謎だった人気怪獣のデザインに終止符が打たれましたがデザイン画は現状も行方不明になったままです。ガイガンのスーツは、ゴジラ対ガイガンと、ゴジラ対メガロで、1体ずつ、
2体が基本的には存在しました。1972年のゴジラ対外ガンのスーツを初代などというファンもいたり、1973年のゴジラ対メガロのスーツを2代目などという方もいたりしますけども、ここでは年号の72年と73年として区分します。造形はゴロザウルスや2代目アンギラスを造形した安丸信之さんで、最初は首がもっと長く、撮影中にもシルエットに少し変更があったので、撮影初期のシーンは外眼の肩の部分が細く、初期に撮影された写真も首周りや肩が細い感じの外眼で、撮影中に首から肩の部分の横幅が増しています。腹部のカッターは中にスーツアクターがいるので、本来は回転してなく、上下に素早くモーターで動かすことで回転しているように見せています。背中の翼は軽くて薄いジョーゼットと呼ばれる繊維が貼られ、少し透けている感じが宇宙のサイボーグっぽさに当時はなっていました。角や手などは FRP 製で作られているので、中抜きされてなかったために、重い上に格闘シーンでは相手のスーツアクターに危険な存在でしたので、73年版では手はラテックスに変更されています。赤い目はアクリルでモールドは内側にあります。形状的には72年は吊り上がった感じで、73年の方が少し大きく鋭さがありません。金色の鱗はキングギドラのものを流用して同じく1枚ずつ貼っています。また72年のカラーは青緑のようなグリーン系が強く、73年ではブルーの入ったダークグレーのカラーになっています。外眼のスーツアクターは72年も73年版もどちらも中山健吾さんで、後に薩摩健八郎に改名してゴジラを演じるスーツアクターになり、世界的に知られます。流星人間ゾーンに登場する外眼は73年版を修復したもので、腹部のカッターのギミックはなく使用されませんでした。設定的には、倒されても、外眼忍法生き返りの術で、蘇るという、昭和の子供でも、少し引いてしまう、術を持っていました。外眼の設定では、額のランプに強力レーザー光線発射装置が埋め込まれていますが、実は劇中では一度も使ってないので、ブルマークが造形的にスルーしてしまった理由かとも思いますが、ポスターなどの洗剤にはメインの武器かのように描かれているので、少し残念な気もします。これも、キングギドラは1体ですが、頭部は3つなので、3体分ですから、そこからの、さらに小さい額からの追加の光線を考えると、当時の光学合成の手間や、時間からすると、難しかったのかと思いますので、幻の強力レーザー光線を、ソフビで再現してみましたのでご覧ください。外眼は、スタンダードサイズの他に、約12センチほどのミニサイズソフビも販売され、ゴジラやキングギドラ、メカゴジラなどとセット売り販売もされていました。ブルマークの合金おもちゃ、ジンクロンにも、ゴジラ、キングギドラ、メカゴジラに続いて、1500円に値上がりした、1976年に外眼もリリースされました。外眼のネーミングの意味は、当時のイケメン的な男性に使われた素敵な男というような意味のナイスガイのガイとデザインモチーフの鳥のカモカに属する鳥のガンの2つを足して外眼とデザイナーの水木隆義さんが命名した怪獣で、外眼の赤外線ガンは日活映画で当時おしゃれだった左右のレンズがつながったゴーグルのようなサングラスを石原裕次郎さんがしていたのを参考にしたそうで、構想としては物合いが中で左右に動くというガンダムのザクのような構造を予定していたそうです。作中の活躍はキングギドラやゴジラとのバランスもあり、圧倒的に強いとか、その能力をフルに発揮することはありませんでしたけども、ビジュアルとしてのインパクトは大きく、当時もかっこいいという子供は多く、今でも海外にも多くのファンがいる怪獣を、当時の資料から初めてのサイボーグ怪獣を形にした玩具の一つです。そんなブルマーク、サイボーグ怪獣外眼のスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。